予定より20分早く帰ってきました。ベトナム縦断もベトナム縦断から終わって日本に帰ってきましたが、14日目になりましたが、見てください。僕 JAL からネームタグもらったことあるんですけど、ここに僕のネームが入ってるはずがなくなってましたぱっかり開いちゃって、多分荷物の運搬の時に何かの弾みで壊れちゃったんでしょうね。残念ですが自宅に帰ります。お疲れ様です。ようやく日本に戻りまして、神奈川の自宅に帰ってきましたベトナム縦断14日目になります。実質だから13日でしかベトナムにはおりませんでしたし、もう10日ぐらいでベトナムは、縦断できることになりましたが、楽しかったですね。ベトナム縦断できてよかったなと思います。やっぱりなんかバックパッカーの聖地みたいな、メッカみたいに言われるベトナム統一鉄道、あれをちゃんとなんか全部行くことができて、すごい良かったなというふうに思っております。で、今ですね、朝の9時半ぐらいになっちゃいました。夜通しかけて自宅まで戻ってきた感じなので、すごい眠いですね。結局、向こうの免税店では、僕、ローカルのワインとかなんかお酒買おうと思ったんですけど、あんまり売ってなくてですね、道中の、スーパーで買った、お菓子のお土産しか今ない感じではあります。これ、なんか、明治製菓のこういう、コアラのマーチみたいなお菓子とか、あとロッテのトッポですね。ロッテのトッポが結構いっぱいありまして、向こうではすごい人気みたいですね。これはもういろんなところで見かけました。だいたいいちご味とチョコレート味がいっぱいあるみたいな、そんな感じですね。で、これが一つ3万ドンなんで150円ぐらい。で、3万ドンってフォーが1杯食べれちゃうんですよ。だから、ちょっとは高いかもしれないですね。僕が割高な店で買っちゃっただけかもしれないですけど、でもそれにしてもやっぱちょっと高めのお菓子という設定なのかもしれないです。これも3万ドン。トッポが2万5千ドンか。これは2万5千ドン、125円ぐらい。だいたい5倍かける、0.05 倍かける感じなんですけど、そんなもんです。で、これ全部買っても1500円しないぐらいですね。だからなんかここら辺、買って友達とか、仲間に配ろうかなと思います。特にロッテはですね、インドネシアとかベトナムにはもう各国に工場を持ってまして、その関係もあって、味付けというか、向こうで作ったものだから、向こうの味がすると思います。そういう意味でもちょっと話ネタにいいかもしれないですね。はい。っていうのと、全く触れてなかったんですけど、今回、なんでベトナム統一鉄道に乗ってベトナムを、縦断しようと思ったかっていうことを、ちょっと最後にちょっとだけお話しすると、実は僕、会社をクビになることになったんですよね。この前アメリカ一周した時には、もう新卒から11年勤めた日本の大企業を辞めて外資系に転職する。その前の有給消化期間中にアメリカ一周をするっていう感じだったんですけど、今回その転職した先にまだ半年以上は経ちましたけど、8ヶ月ぐらいしか働いてないかな。そのぐらいなんですけど、半年ぐらい経った時に、クビになりそうみたいなことが決まりまして、なんかいろいろあるんですけれども、すごいタイミングも悪いなっていうのがあって、この2022年の末から23年の前半にかけてって、おそらくリーマンショック以来ぶりの久しぶりにこのリセッションの嵐で、
Twitter が社員半分しますとかもありますけど、Facebook とか Amazon とか1万人以上切りますとか、IT 企業以外でもゴールドマン・サックスが何千人も人員整理しますとか、本当に世界の一流企業と呼ばれる企業でもものすごい今リストラしてますよね。レイオフって言うと思うんですけど、僕の入った外資系の会社もそういう感じになっちゃいまして、で、クビになりそうだみたいなことが決まったんですね。で、これすごい、そんなバカなって思ったんですけど、別に自慢するわけじゃないんですけど、与えられてきた KPI を全部達成してきたんですよね。入って半年にもかかわらず。それなりに頑張ってやってきたつもりだけれども、だから KPI とか全部達成しても、あんま関係ないんですよね。グローバル企業のリストラクチャリングって。こういう給料の人でこういうポジションの人は一律切りますみたいな。そんな救いようのない話ありますかみたいな思ったんですけど、こう現実に起こっちゃって、やっぱり首かーって思った時は結構目の前が真っ暗になっちゃってですね。いや、反対の日本企業の雇用習慣に慣れてた身としては、やっぱり伝統的な日本企業って年功序列で終身雇用ですよね。で、僕が勤めてた会社もまさにそうで、会社をクビにするって犯罪でも犯さない限り、まずクビにはならないんですよね。だったにもかかわらず、そこから飛び出して、半年足らずで、無職になっちゃうのみたいに思った時に、結構精神的にきつくてですね。いや、本当にきつくて、社会に出て、1番とまでは言わないんですけど、2番、3番ぐらいにきつかった出来事かもしれないなぁなんて思いました。本当に救いようがないんですよね。あともう一つは、僕を雇ってくれた、マネージャーが2人いるんですけど、そのうちの1人のマネージャーはちょっと病気でいなくなってしまって、で、もう1人のマネージャーは、降格するような形になって、降格というか別の部署に移動するような形になって、このマネージャーと敵対してたマネージャーが僕のチームのマネージャーになって、で、ここのマネージャーが雇った人間をクビにしたいみたいな感じで、何か新しい人間を雇ってるんですけど、その人たちみんなこれからクビになるみたいな感じもあるんで、ちょっと恣意的に選んでる感もあるんですけど、でもそんなことあるんだって感じでしたね。本当に、お先真っ暗だなっていうか、すごいびっくりしました。これはちょっともう話すと長くなりすぎてしまうんで、簡潔に話しますけれども、やっぱり、ストレスが結構かかってですね、いや気づかない間に、アイスクリームとかケーキとか食べちゃうんですよ。僕普段そんな甘いもの食べないんですけど、よく過食しちゃうんですよね、特に甘いものを。スーパーとかで買い物するときに、知らず知らずのうちに毎日アイス買ったりとか、スーパーのケーキみたいなのあるじゃないですか。僕は特にチーズケーキが好きなんですけど、タルトチーズケーキみたいなああいうのあるじゃないですか。ああいうのを買ってしまってですね、毎日家で1個食べちゃうんですよね。全然意識してないんですけど、でもやっぱり、ああいうのって思うと、ストレスだったんだろうなってすごい思うんですよね。だから、3ヶ月のうちに毎月1、2キロ増えていきますみたいな感じになって結構周りの人にも太ったんで大丈夫みたいなこと言われて、あ、そっか、これってクビになるから過食になってるんだとか改めて気づいたりですね、本当にきつかったです。そういうこともあって実は年末年始ある程度休みが取れるので、やっぱ旅行が好きなんで、本当に好きなんで、どっか行きたいなと思ったんですよね。で、どっか行きたいなと思った時に、また好きなアメリカに行ってもいいんですけれども、
なんかちょっと東京とは全然違う感覚の国に行きたいなと思ったんですよね。まあそう考えるとなんか東南アジアがいいなみたいな。で2週間ぐらいでなんか網羅できそうな感じって思うと、あ、そうだ、ベトナム統一鉄道って乗ったことなかったから、ベトナムを縦断しようと思ったっていうのがきっかけです。で結論から述べるとこんだけ話した後に何言ってんだって感じですけど、まあ、結論としては、ベトナムとかっていいですね。こうやってなんか心傷ついてる時に行くと心が洗われたなって思います。やっぱりなんだろう、ベトナムってまあ東南アジアだし、成長著しい新興国だし、社会主義国だし、日本とは全然違う環境ですよね。やっぱ自分はずっと東京で働いてて、東京の、広告代理店で働いてたんですけど、そこから外資系の IT 企業に移って、なんかそういう感じとは全然違う世界観じゃないですか。もちろんなんか向こうでもそういう世界観の場所はあると思うんですけども、国全体としてはやっぱそういう世界観じゃなくて、もっとなんか雑然としてて、活気あふれる感じがとても強くあると思うんですよね。ベトナムって今ずっと東南アジアで成長率も1位だと思いますし、やっぱそういうところで行ってなんか2週間ぐらい過ごしたら、本当気持ちが入れ替わりましたね。特にハノイとホーチミンっていう大都市だけじゃなくて、今回はニャッチャン行って、ホイアンもダナンもフエも行って、で、そういうなんか遺産巡りの旅というか、いろんなところを見てもらったんで、本当に気持ちがだいぶ晴れました。ベトナムは、ホーチミン行ったのが12年ぶりで、ハノイ行ったのが6年ぶりだったんですけど、特に12年ぶりのホーチミンはめちゃくちゃあれですね。なんか見違えちゃいましたね。高層ビルいっぱい建ってて。12年前行った時はあんまビルなかったんですけどね。高めのビルがなかったんですけど、めちゃくちゃ高層ビルが立ち並んで、おしゃれなレストランとかも、なんかシンガポールみたいなおしゃれなレストランとかもできちゃってたりして、本当に変わっちゃったなと思いました。あと高級車が増えた。高級車がすごい増えて、12年前なんかは、結構ベンツなんてあんま走ってなかったんですよ。だけど今回は、ポルシェもベンツも BM も結構な数走ってて、それが驚きましたね。やっぱりなんか、すごい豊かになったなって、失礼ですけど、思いました。あとあれ、自動車で言うと、ベトナムってビングループっていう、すごいでかい、財閥があるんですよね。あの国多分一番でかいと思うんですけど、僕が泊まったビンパールってホテル、これはダナンとニャッチャンかで泊まったビンパールってホテルもそのビングループのホテルなんですけど、ビングループが自動車作ってんですね。調べたら2017年とかから自動車作り始めてて、ビンファストっていう会社なんですけど、知らなくてですね。いやー、自分たちの自動車ブランドをしっかり作って、それが街中こんな走ってんだと思うと結構驚きました。自動車メーカーなかったと思うんですよね、あんまりっていうかなかったと思うんですよ。そういう意味でもなんか成長著しいベトナムを見れたのは楽しかったですね。で、そう、会社をクビになるっていう話は、もうしょうがないので、転職活動したらですね、実は次の行き先なんとか見つかりまして、よかったと思って。いや、これだけ世界中でリセッションが行われてる、特に IT 企業なんかリセッションが行われちゃってるので、本当にやばいなと思ってたんですけど、これは次が見つからなくてしばらく無職になるかもしれないと思ってたんですけど、ありがたいことに、ダイレクトで会社さんから何社かリクルーティングを受けまして、その中で2社受けてたら、実はこれベトナムに来てからですよ。ベトナムに来て、ホーチミンにいる間に2社とも
オファーをもらいまして、で、フエにいるあたりだったかな、ハノイにいるあたりだったかに、次の行き先こちらにしようって決めました。ちなみにその間には、クビになる会社からも、加藤がこの部署クビになって会社退職するっていうのを聞きつけて、他の部署の人がですね、いや、クビになるぐらいだったら、年俸とか下げない形で、うちのチームが絶対に、採用するようにするから、うちのチームに来ないかって言ってくれた方もいて、その方は決定権者なので、すごい信頼性が高い感じなので、クビにならずにも済んだみたいな。もう逆に言えば3ヶ月死ぬほど苦しんで悩んでたのは一体何だったんだろうって思うんですけど、結論から言うと結論を言うと転職することも可能になったし、クビにならないで内部の別の部署で雇ってもらえることもなったし、3ヶ月間すごい考えさせられたけど、なんとかなったっていう感じですね。でも、でも、そう、クビになるチームから別のチームに移動するのは、OK だし、それはそれでいいんですけど、やっぱもうクビになるんだなと思って、気持ちが外向いて考えてたこともあったし、実は転職先が結構、今の現職よりもいいオファーをいただいて、しかも事業の責任者みたいな、ポジション的にも、給料的にもいいオファーをもらったので、そっちに行こうかなとは思ってます。外資系に転職して思ったのは、サバイブするっていう言葉の意味をあんまり理解してなかったなっていうのと、みんな転職なんでそんな何回も何回もすごいスピードでするんだろうってよく分かんなかったんですけど、こういういろんなことがあるから転職せざるを得ないっていうこともあるんだなとかやっぱ日本企業にずっといると分かんなかったことが分かれてこれも一つの勉強ですね。はい。というわけで、すごいストレスフルな3ヶ月を送ってですね、はっきり言って僕はアメリカ一周した後、ものすごいやる気を持って転職したにもかかわらず、転職したことをめちゃくちゃ後悔してたんです、この3ヶ月。だから心機一転リラックスというか気持ちを入れ替えて次の人生に前向きに向かっていかなきゃと思ってベトナム縦断してたんですけど、結果として今よりもいい道が見つかったんで、そういう意味ではクビにしてくれた上司には感謝ですねっていうとそれもおかしいんですけど、でもクビになってよかったかなと思います。そう、しかもクビになるとパッケージがもらえるとか有料期間がもらえるとかいろいろあるんですけど、僕の場合まだ勤め出したばっかりなんでパッケージとかはあんまもらえないんですけど、3ヶ月間ぐらいは会社に残って転職活動していいよみたいな期間もらえたりとかですね、そういうのも多少あったりはするんですよね。でも良かったです。ベトナム縦断も良かったけれども、まさかベトナムにいる間に次の職場が見つかったのも良かったです。はい、というわけで今9時40分ちょっと。夜通し、昨日もフルフルで活動してましたからね。朝の8時からハロン湾行ってで、そのままシャワーも浴びずに JAL で帰ってきましたから、まずは熱いシャワーでも熱いシャワーでも浴びて、それから会社にでも行こうかなと思います。そう、辞めさせられる会社にこっちから辞めてやるよって言うために今日は会社に行ってこようかなと思います日系企業にいるときは僕は海外勤務部署国際部署だったんですけど、それ逆にヘッドクォーターの立場から
この国でこんだけ人を切らなきゃいけないんだみたいな話は、僕は人の首を直接切ったことないですけど、やっぱ間接的にはそういう話はやっぱどうしてもあったんで、首を切る側もすごい辛いってのはよくわかるんですけどね。だから別に嫌味の一つも何も言わずに素直に退職日とか決めて次の仕事を頑張ろうかなと思います。はい、というわけでベトナム縦断14日間かけて楽しかったです。14日分も見ていただいた方はすいません、どうもありがとうございました。もしよろしければアメリカ一周は40日分もしましたので、そちらも見ていただけるとすごい嬉しいです。はい、じゃあ、もしベトナム縦断行かれる方は、参考にしていただけると幸いです。じゃあすいません、どうもありがとうございました。失礼します。おはようございます。僕は今どこにいるかと言いますと、東京駅の日本橋口におります。八重洲側の北側の方ですね。あっちの方に行くともう、大手町日本橋という感じです。東京今すごい寒くてですね、10年ぶりの寒波に襲われているという状況で、今、まだ午前中なんですけど、気温はマイナスです。とても寒いですね。で、僕はここ何しに来てるかって言いますと、すぐそこが僕が今勤めてる会社なんですけど、クビになった会社に、パソコンと社員証を返しに来ました。1年近く前にアメリカ一周した時も動画の最後にパソコンと社員証を返しに行ったなと思いまして、もう一回それを返しに来る動画を撮っています。いやー、たった9ヶ月しか経ってないんですよね、前の会社辞めてから。こんなスピードで会社辞めることになるとは思ってませんでした。今2023年の2月の後半なんですけど、結構世界的にですね、テックを企業を中心に、レイオフの波が、覆っているような感じになっていまして、世界的に何十万人の出場者が出てると思います。僕もなんか日本企業に11年勤めた後、外資の IT 企業に入ったら、まさか1年も経たずにクビにしたいんだけどって言われるとは思ってませんでした。ただクビにしたいんですけどって感じで一方的じゃなくて交渉の余地があったんでまだ良かったですけど、いやー、それにしてもやっぱ終身雇用の日本企業にずっといたから本当に驚きでしたね。言われた時は目の前真っ暗になるというか、どうしようって思ったんですけど、不幸中の幸いかですね、次に行く会社はもう決まっておりまして、しかも今の会社よりも、いい待遇で来ないかって言ってくれたんで、そういう意味ではとても良かったなと思います。ベトナム縦断から帰ってきて2週間ちょっとが経った形なんですけど、日数だけ連続して数えれば15日目ということになるんでしょうか。ホーチミンは30度超えてましたからね。今東京は0度以下なんで気温差は30度以上あり、とても寒いです。ベトナム縦断楽しかったですね。なんかすごいいろいろそうやって会社クビになってどうしようと思ってるタイミングだったので、なんかああいう南国に行ってブラブラーっと国中旅行して美味しいもの食べてうまい酒飲んで、なんか自然遺産とか見に行ったりしてすごいリフレッシュできました。いやー、そういう意味でも気持ち新たに次の職場に向かいますけれども、そうですね、ここから3週間ぐらいまだ会社が休みをくれたので、ちょっと時間があるからまたどこか行こうかなと思ったんですけど、
実はですね、僕は空手の商談審査っていうのがありまして、それが来月あるんですね。本当転職直前ぐらいに商談審査があって、いわゆる小東韓流空手というものの5段審査を受けるんですけど、ベトナムを縦断してきたばっかりだから、ちょっと休みがあるからっつってまたどっか行くんじゃなくて、もうこの半年以上ずっとトレーニングし続けてるんですけど、集中的にやり続けてるトレーニングの最後の仕上げとして3週間はもう毎日のように道場に通おうかなと思ったっていう感じです。そんな感じで休みの、時間を使いつつ次の会社に向かいます。なんか会社を辞めるたびに、アメリカ一周とかベトナム縦断とか海外旅行行ってる感じになりますけど、次なんか時間があった時にまたこうやっていろいろブラブラ旅したいなと思いますけど、次はもっとポジティブな気持ちで旅をできたらいいなとポジティブな気持ちでポジティブな情緒で旅をできたらいいなと思ってます。というわけでパソコンと社員証を返してきます。ベトナム縦断すごい楽しかったです。何か人生で迷うことができた時にはベトナム統一鉄道でベトナムを縦断することを僕は強くお勧めいたします。本当に気持ちがリフレッシュされました。というわけですいません、ありがとうございました。失礼します。